どうも皆さんこんにちは、まみむんです。ということで、ワイルドアップデートがついにリリースされたので、サクッと全ての内容を紹介していきます。まずは新バイオーム、マングローブの沼地です。このバイオームには新たに追加されたマングローブの木々が生い茂っています。マングローブの木材は赤みがかっているのが特徴で、これまでの木材通りクラフトすることが可能です。また、マングローブの葉からはマングローブの芽が生成されています。これはマングローブの葉に骨粉を与えることでも成長させることができ、何もない状態を除き4段階の成長過程があります。最大に成長したものは素手で回収することができ、アイテムとして入手できます。これは苗木のようなもので、水中に植えたり地上に植えたりすることによって成長します。他の苗木と同様、骨粉で成長速度を上げることも可能です。マングローブの芽は行商人の交易でも入手することが可能です。木を支えているマングローブの根は斧で簡単に回収することができます。また水没ブロックになっているのも特徴です。今回のアップデートから葉が水没ブロックに変更されました。マングローブの沼地の大部分を構成している泥はシャベルでこのように簡単に回収することができます。また土に水入り瓶を使うことによっても泥を入手することが可能です。泥の下にブロックを挟んで鍾乳石を設置すると泥の水分が抜けて粘土に変わります。泥はソウルサンドのように少し埋もれる仕様になっていますが、移動速度は低下しません。また泥の下にホッパーを置けばアイテムを回収することもできます。泥と小麦を組み合わせることによって固めた泥を作ることができます。これは素手で簡単に回収することもできます。また固めた泥を4つ並べることによって泥レンガを作れます。固めた泥は素手でも回収できますが、レンガとともに適正ツールはツルハシになっています。泥レンガは石レンガのように様々な形に加工することができ、石切り台でもクラフトすることが可能です。様々な装飾ができそうですね。また泥だらけのマングローブの根というものも追加されています。こちらはシャベルが適正ツールになっていて、泥と根を組み合わせることによって作ることもできます。マングローブの沼地では水が濁っているのも特徴です。このバイオームにはミツバチの巣や後ほど紹介する熱帯のカエルが自然スポーンしています。続いては新たに追加されたチェスト付きのボートです。チェスト付きのボートの作り方は、既存のボートにチェストを組み合わせることによってマングローブを含む全ての木材で作ることができます。チェストがついているので、このようにアイテムを入れて水上を移動することが可能です。どの方向からでもホッパーと組み合わせることができ、このようにホッパーを下に置けばアイテムを回収させる装置もできます。続いては新たに追加されたカエルです。カエルはジャンプをしたり泳ぐのが特徴で、3種類のカエルがいます。左から温帯のカエル、熱帯のカエル、そして寒帯のカエルです。温帯のカエルは沼地に自然スポーンしていて、熱帯のカエルはマングローブの沼地に自然スポーンしています。ただ寒帯のカエルは自然スポーンしていません。カエルはスライムボールを使うことによってこのように誘導することができ、リードやトロッコ、ボートでも移動させることができます。2匹のカエルそれぞれにスライムボールを与えることによって繁殖させることができ、1匹のカエルが水辺に卵を産みます。その卵は一定時間経つと孵化し、新モブのオタマジャクシが生まれます。カエルと同様、スライムボールで誘導することができます。またスライムボールを使うことによって成長速度を上げることができ、成長するとカエルに育ちます。オタマジャクシは水入りバケツで捕獲することができ、新たにオタマジャクシ入りのバケツを入手できます。オタマジャクシは成長するバイオームによって異なる種類のカエルになります。気温が比較的穏やかな地域で育ったオタマジャクシは温帯のカエルに、気温が高い地域で育つと熱帯のカエルに、気温が低い地域で育つと寒帯のカエルになります。カエルは一番小さいスライムを食べ、スライムボールを落とします。また一番小さいマグマキューブを食べると新アイテムであるフログライトを落とします。このフログライトは光源になっていて、カエルの種類によって異なる色を落とします。カエルについてはこちらの動画で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。続いてはアイテム収集のお供、アレイです。
アレイは毎秒ハート1個分の自然回復能力を持っています。アレイのスポーン場所は全焼基地の檻の中や森の洋館の牢屋の中に数匹閉じ込められていることがあります。アレイにはこのようにアイテムを渡すことができ、渡したプレイヤーを追いかけます。また近くに渡したアイテムと同じアイテムがあると拾い、プレイヤーの元へ届けてくれます。音符ブロックを鳴らすと、アレイは30秒間そこへアイテムをドロップします。音符ブロックを鳴らし続けた場合は常にその場所へ運びます。そしてアレイは最大1スタックのアイテムのみ運ぶことができます。またアイテムを持たせたプレイヤーからのダメージは受けません。そして残念ながら繁殖させることもできません。アレイについて詳しくはこちらの動画で紹介しています。続いては新たに追加されたヤギの角笛です。ヤギの角笛は特定のブロックにヤギが突っ込むことによってこのように落とすことや、全焼基地のチェストの中で見つけることができます。ヤギの角笛は吹くことができ、ヤギごとに様々な種類のヤギの角笛を落とします。音色は全部で8種類になっています。続いては洞窟の深い位置に生成されるディープダークバイオームです。このバイオームにはモブが湧かず、スカルク関連のブロックで侵食されているのも特徴です。またディープダークには巨大な古代都市が生成されています。これまでになかったいくつかの構造物で構成されていて、至る所でチェストを見つけることができます。このチェストには古代都市限定のアイテムが3種類あり、まず一番左の残響のかけらはコンパスの周りに8つ並べることによってリカバリーコンパスというものを作ることができます。これは最後に死んだ場所を示してくれるコンパスで、拠点のチェストなどにあらかじめ置いておくことによって死んでしまった時、そのコンパスを見るとハリが死亡した場所を示してくれます。針に従って進むとこのようにね、しっかりと最後に死亡した場所にたどり着きました。また洞窟などで死んでしまった場合、リカバリーコンパスは上下方向がわからないので直下掘りには注意が必要です。別のディメンションで死んでしまった場合はコンパスの針が狂い始めますが、同じディメンションに行けば最後に死んだ場所がわかります。古代都市固有のアイテム2つ目、スニーク速度上昇について見ていきましょう。スニーク速度上昇はレギンスにつけられるエンチャントになっていて、スニーク時の移動速度を上昇させます。レベルは3段階あり、比較するとこのような感じになっています。建築などの役に立ちそうです。古代都市固有のアイテム3つ目、レコードの破片です。レコードの破片は9つ集めるとこのように5という新たなレコードを作り出すことができます。他の数字系レコードと同様、独特なサウンドが特徴です。作曲したのはヤギの声を収録した人と同じ人です。このように古代都市には3つの固有アイテムがあります。また古代都市の中心には巨大な構造物が生成されていて、その一部に強化された深層岩が使われています。これはサバイバルで壊すことができますが入手することはできず、ピストンで押すこともできません。またこの構造物の下には隠し部屋が用意されていて、ランダムに生成される構造物によってその入り方が異なります。このようにチェストがある場合はチェストの近くで食べ物を食べることによって下の隠し扉が開きます。この隠し扉は一定時間経つと閉まってしまうので素早く入る必要があります。また模様入りの深層岩がある場合はその場所を踏んで、通路がある場合はその場所を通り過ぎることによって入ることができます。隠し部屋の中にはレッドストーン回路の使い方などを表した部屋がいくつか存在します。続いてはディープダークバイオームのほとんどを構成しているスカルク関連のブロックを5種類見ていきましょう。左からスカルクカタリスト、スカルクシュリーカー、スカルクセンサー、スカルクベインになっています。スカルク関連のブロックはクワが適正ツールになっていて、シルクタッチをつけることによってアイテムとして入手できます。また古代都市のチェストの中でも見つけることができます。スカルクカタリストはその半径8ブロック以内でモブが死ぬとスカルクを生成します。またその際経験値はドロップしません。条件を満たしている場合はこのようにスカルクセンサーやスカルクシュリーカーが生成される可能性があります。
また様々なブロックをスカルクに変えます。スカルクの広がりはそのモブの経験値によって変わります。プレイヤーも経験値を持っていれば対象です。続いてはスカルクセンサーです。スカルクセンサーは様々な振動に反応するのが特徴です。その際、レッドストーン信号を出力します。このようにアイテムをドロップする振動やモブの振動にも反応します。振動は壁も貫通するので、このような装置を作れます。羊毛を使うとこのように振動を与えません。なので間に羊毛を挟めばこのように振動を遮断することができます。他にもスニークをしながら行動することによってスカルクセンサーは反応しません。スカルクセンサーに直接レッドストーンをつないだ場合は距離に応じて、コンパレーターをつないだ場合は振動の種類によって最大15ブロックの出力をします。スカルクはディープダークを構成する主なブロックになっていて、先ほど紹介したスカルクカタリストの効果でも生成されます。スカルクベインはスカルクの広がりの端にこのように生成されることが多く、様々な方向に置けるのも特徴です。そしてスカルクシュリーカーです。スカルクシュリーカーはプレイヤーが上に乗ったり、スカルクセンサーからの信号を受けたりすることによって発動します。発動すると画面上が暗くなり、新ステータス効果暗闇が付与されます。この暗闇は盲目とは違い、画面上が明るくなったり暗くなったりを繰り返します。またスカルクシュリーカーは発動すると警告レベルが上がり、プレイヤーごとにその警告レベルが上がっていきます。警告レベルを4回ほど上げてしまうと、このようにウォーデンが湧き出てきます。スカルク関連についてはこちらの動画で詳しく解説しています。そしてこちらが新たに追加されたウォーデンです。ウォーデンは目が見えないのが特徴で、様々な振動に反応します。また振動がないと匂いを嗅ぎプレイヤーなどを探します。ウォーデンの怒りがたまると方向を上げ襲ってきます。攻撃を盾で防ぐことができますが、一度防ぐと5秒間無効になります。また全てのモブを追跡攻撃します。ウォーデンが手の届かない場所に対象が移動すると、このように衝撃波を放って攻撃してきます。この衝撃波はブロックをも貫通し、高さ18ブロックほど離れていても攻撃が届きます。衝撃波は防具や盾をも貫通して直接ダメージを受けます。また一定時間振動などがないと地面に潜りデスポーンします。ウォーデンは倒すとスカルクカタリストをドロップします。ウォーデンの回避方法としてスニークで移動する方法や雪玉などで注意をそらす方法などがあります。ただ連続して投げすぎると気づかれてしまうので注意が必要です。古代都市の場合、羊毛の通路で振動を発生させない方法もあります。またウォーデンに気づかれてしまった際、スカルクシュリーカーと同様ステータス効果暗闇が付与されます。ウォーデンの回避方法などより詳しい情報はこちらの動画をご覧ください。ワイルドアップデートで新たに追加された進捗です。まずはオケオケという進捗で、こちらは水入りバケツでオタマジャクシを救うことによって達成できます。続いてはみんなで街に飛び込もうという進捗で、こちらは3種類のカエルにリードをつなぐことによって達成できます。続いては僕たちの力を合わせてという進捗で、こちらは全てのフロッグライトを集めることによって達成することができます。続いては君は友達という進捗で、アレイに持たせたアイテムと同じアイテムを取ってきてもらうことによって達成することができます。またバースデーソングという進捗も追加されています。アレイにケーキを渡して落ちているケーキを音符ブロックに運んでもらうことによって達成できます。それは侵食するという進捗はスカルクカタリストの近くでモブを倒すことによって達成することができます。続いてはスニーク100という進捗で、これはスカルクセンサーの近くでスニークをしたり、ウォーデンの近くでスニークをすることによって達成することができます。様々な仕様変更と追加です。これまであったプレイスフィーチャーというコマンドは削除され、プレイスというコマンドに変更されました。これは構造物の一部を生成できるコマンドになっています。またロケートバイオームというコマンドが削除され、ロケートというコマンドになりました。このコマンドを入力すると古代都市を探すこともできます。ネザーでこれまでよりも明るい場所でモブがスポーンするようになりました。
また新たなバイオムやメインメニューで再生される BGM も追加されています。ゲーム内や Spotify などで聴くことができます。さあついにワイルドアップデートが配信されましたね。少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録や高評価していただけると今後も頑張れます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。